皆さんはこう思っていませんか？オーロラを鑑賞するためには見ることができるのかできないのかわからないけれども、極寒の中、寒さを耐え忍んで何時間も待たなければならないと、私はそう思っていました。なので、この4泊6日のアイスランド旅行の中で見れたらラッキーぐらいの感覚でいました。ですが、滞在中、3度もそれぞれ別の場所で見ることができましたので、今回はオーロラ鑑賞の極意をお伝えしたいと思います。極意その1、オーロラフォーキャストを見るべし。参考となった URL は概要欄に貼っておきます。アイスランドへのフライトは夜、到着は23時30分。その後、レンタカーを借りる予定をしていたので、初めての土地、どうせもたもたするだろうから、この日はホテルを取らず、そうだ、オーロラ鑑賞に当てようと予定しました。場所はオーロラ鑑賞に適していると書かれていたここ。ベースキャンプにもほど近い場所です。真夜中2時、走る車はほとんどなく、街灯も全くなく、真っ暗な道のりを到着しました。この日、この時間の KP インデックスは2から1。KP インデックスというのはオーロラの指標を表すもので、数値が大きければ大きいほど強い光を放つオーロラが見えるということになります。1から2は見えないわけではないですが、どれだけ目を凝らしてもオーロラらしきものは一切見えず、目に入ってくるのは満天の星空、そしていくつもの流れ星が流れてきました。こんなに大量の流れ星を見たのは私初めて。これはこれでとっても美しい夜であったことには違いありません。そして夜明けとともに自分がどんなところにいたのかが見え出して、すっごい衝撃的でしたね。こんな、こんな、こんな、こんなとこ。ここを表現するのに出てきた言葉は、不毛地帯、地獄、この世の果て、火星とか。極意その2、明かりがないところを選ぶべし。初日、オーロラを見ることができず、次の日、そして KP インデックス6を記録したこの日、日の入り後のこの時間、アイスランド全体に強いオーロラの帯が
私が滞在していたのは西側のこの場所。9月のこの時期の日の入りは8時頃なのですが、これがなかなか太陽が沈みきらない。この太陽の光がオーロラ鑑賞の妨げとなります。この赤丸で囲った部分、これ太陽の光なんです。10時を過ぎてなお太陽が沈みきらず、オーロラ鑑賞の妨げとなりました。日が変わって夜中の3時、何気に目を覚ました夫、そしてホテルの部屋から見れたオーロラがこちら。こちらでも家々の明かりが非常に邪魔になっています。極意その3、雲レーダーを確認すべし。緑色が雲を表しています。私がオーロラを観測した日は、アイスランド全体にほぼ雲がない状態でした。サイトは概要欄に。3度目のこの映像を撮ったのは KP インデックス。これの実はここ。空港、飛行機の中から写真を収めました。冬に近づくにつれ、日の入りが早くなるので、オーロラを鑑賞できる時間が長くなるといえばその通りですが、9月この時の気温は3度から10度ぐらい。オーロラ鑑賞のために外にいても凍えるほど寒くはないので、鑑賞に非常に適した時期であると私は思います。